これって多すぎ個人主義。あ、これはなんか聞いたな、個人主義。いや、そうは思わないですね。自分だけ良ければいいって感じですか。これって多すぎ個人主義。個人主義。多くはないです。はい、多くはないですね。決してなんかもっと自分でいいのかなと思いますけどね。やっぱそういうの少ないなと思いますね。まあ海外の人のことあんま知らないですけど、海外の人が絶対多いやろうって思いますけどね、個人主義に関しては。なんで個人主義少なくね。逆にもっと個人主義増えた方がいいと思う。いやこれは思わないですね。こう同調したい人が多いと思うんで、同じことしたい人が多いと思うんで、個人主義が多いとは思いません。思わない。感覚値だけど思わない。まだまだ全然全体主義っていうか、そうだね、みんなで同じことをしようってなっちゃってるから、別にそれぞれが違う個性を持ってていいと思うし、そうは思わないのよ。だから何ですか。いや、みんな何かしら空気読んでやってるでしょっていう。まあでもあれですよね、一人暮らししてる人とかすごく多くなったイメージだから、そういう意味では結構個人で生活して、もう結婚しない人も増えてきてるから、そういう人が多くなってるのかなとも思います。一人を楽しめますか。楽しめる。あ、でも一人っていうのか。まあでもゲームしてる一人か、オンラインでやらない時もあるしな。楽しめる。一人の時間楽しいです。なんか結構インプットに使う時間という感じで DVD 見たり音楽を作ったり聴いたり、そういう風にして楽しく作ってます。過ごしてます。まあそれなりに楽しめると。子供がいない時は普通に一人で焼肉とかも行ってました。動物園とかよく一人で行ってたんですけど、同じように一人で生きてるおじさんとかと仲良くなったりとかしてました。楽しめます。楽しめるかな。あんま面白くないけどね、一人だと。まあ楽しめるっちゃ楽しめるけど、2倍3倍にするためには誰かがいてくれないとダメです。私楽しめる。楽しめない。はい。気になっちゃうんですよね。なんか自分がどう思われてるのかっていうの。そう、過剰なの、すごい過剰で。どうせ見られてないって分かってるのに、なんかちょっとこうなんだろう、つまずいたり、同じものをずっと見てると、こいつずっと見てんだ、きめえなと思われてんじゃないかなみたいな思っちゃうんですよね。これやっぱ30過ぎてからというか20後半ぐらいからですけども、一人が大好きだったんですけど、今楽しめてない。一人を楽しめていますか。楽しめない。人生で唯一頼れるのは自分だけとは思わないですね。ちょっと自分だけだとまあ全然ダメだなと、頼りまくりですね。個人的に生きるスタイルとして誰かに頼ったりとか、面倒を見てもらうことで生き延びてきたなという感じがするので、そうは思わないですね。もう頼ってばっかり、周りにね。頼らないと生きていけない。一人じゃね。頼れるっていうのはなかなか難しいですね。頼ったりはすると思うんですけど、結局死ぬのは最後一人なんで。いや、そう思わないですよ。結構、ずっと依存してちゃダメだと思うんですけど、結構いろいろその都度出会う人とか、いろんな人がこう助けてくれたりとか、そういう人たちもいるんで、自分もその人たちにこう恩返ししなきゃいけないですけど。でもなんかこれは正直そうなのかもしれないですね。全然なんか人信用してないこともないですし、すごいこの人だったら自分がどうなっても助けてくれるみたいな人も数少ないながらいるんですけど、なんかあんまり人に期待する人生ってそもそもなんか違うのかなというか。そう思います。自分でなんかコントロールできれば結構人生って変えられるんじゃないかなと思ってるんで、頼れる、自分を変えれるのは自分だけなのかなと思います。働かない人が多すぎる。そうは思わん。なんかみんな働いてない？みんな働いてるよね。いや、そうは思わないですけどね。みんな働いてると思いますよ。働き具合がバブル時代より甘いみたいな、そういうのはあるのかもしれないですけど、そうは思いません。みんな頑張ってます。そう思わない。
日本だって別に今失業率だいぶ下がっとるやろ、結構完全雇用に近い状態になってるし、働かない人が多すぎる。そうは思わない。むしろ働きすぎてる人が多すぎる。まあ働くっていうのは旗を楽にするみたいな、そういう意味でいくと働かない人は多すぎる。あ、そっちはそうですね。確かに。そう思いますね。本当に働きたくないから働かないみたいな。なんかもう少し日本に貢献しようよって。いやでも怠けてる人は多い気もするね。私はあんまり感じない。働かなくてなんとかなってるんだったらまあいいんじゃないですかっていう。どっちかというと僕はやっぱ働けない人、働きたくても働けない人がやっぱりまだまだたくさんいるのかなとかは思いますね。なんかより多くの人がやっぱ社会参加できる仕組みとかはやっぱり考えて作っていけれたらなと思うんですけど。好きなことをして生きていきたい。なんか YouTube 的なまあぜひそうしたいですね。ぜひそうしたい。好きなことをして生きていきたい。ぜひそうしたい。みんなそうですよね、きっと。なんか当たり前だね。ぜひそうしたい。もっと言うならしてますって感じですかね。はい、生活のレベルをもう一個上げるためにお金を優先して他の仕事を選択することができるのかもしれないですけど、それよりはちょっと今の状態でも好きなことをしてやってる方が幸せですよね。俺はこの中で言ったらぜひそうしたいけどもっていうのがあって、けどもそれに付随する義務は果たしていかなければいけない。おお、大人な意見だね。なんか目先で好きなことをして生きることはできる気がするんですけど、それをなんかし続けることってすごい難しそうな気がしていて、お金を稼いで生きていかないといけないし、何かに縛られて生きていくっていう人生でそんなに自分は優秀な成果を収めれる自信もないので、もうこうなったら逆に開き直って好きなことをやって、それで世の中に貢献して生きていけたらいいなっていうふうに思ってます。集団の中でうまくやれないと世の中を渡っていけない。これはそう思いますね。長いものには巻かれた方が楽は楽です。それがいいかどうかわかんないけどうまくやっていかなかったら結局嫌われて一人ぼっちじゃない。渡っていけない。そう思う。私はそう思うかもな。俺そう思うかな。やっぱり集団のいろんな集団が集まって世の中だし、世の中の中にはいろんな集団があるわけだけ、やっぱある程度うまくやっとかないと、世の中を渡っていくのが難しくなるかな。あ、そうだね。それはその通り。こいつ人付き合い下手くそだなってやつ見ると、こいつ世の中渡っていけないって思うから、あ、確かに。そうこいつ大丈夫かって思うやつはその集団の中でうまくやれないやつだから。そう思わないです。集団の中でうまくやれなくても世の中を渡っていけます。なぜなら集団の中でうまくやれないイコール一人ですごいやれるってことだと思うんですよ。すごい一人でやれてるやつはもうギラギラした子なんで、そいつは世の中で本当に必要とされる子なんですよ。だからやっていける。なんかネットが発達してきて、その集団じゃなくても、広い中でここと1対1で付き合うっていうやり方ができるようになったから、あんまりそうは思わないかな。なんていうの、そのうまく渡れない人同士がいっぱい集まって、それをお互い認め合ってればなんかそれでいい気もしていたりするので、うまくやれた方がいいなと思うけど、別にそのうまくやれないことを咎める必要はないし、なんかうまくやれないと世の中を渡っていけないっていうよりかは、うまくやれない環境の中でうまくやるやり方を身につけていくっていうイメージ。やれなくても世の中を渡っていく方法はあると思いますし、渡っていけると思う。ただそっちの方が難しいなと思います。必ず一人一人にはその集団の中で短期的には役立ってなくても何か役立つものは多分あるなと思っていて、そういう意味ではみんなうまくやれるし、みんな世の中を渡っていけるんじゃないかなって思うね。